ギリギリ極上時刻。どうもこんにちは、ドアです。こちら東京の N カシアスタジオからお届けしております。私ドアと申します。この N カシアスタジオのある N カシアにて地獄絵を描いております。さて、前回のイジャクさんのインタビュー動画いかがでしたでしょうか。本日も M 集会が昨年 YouTube でリリースした作品卵の夢のインタビュー映像をご覧いただきます。卵の夢では実は私もケムールとして参加しております。ケムールというのはですね、ウルトラマンに登場する怪獣で、非常に長寿の怪獣らしいですね。その長寿を得るために他人の臓器を奪い取って、延命しているらしいです。素晴らしいですね。さて、それでは3本目は卵の夢ペダルさんのインタビューです。どうぞ。卵の夢においてはどういう立ち位置でやってたんですか？初めはせやからすごい広いところでやりたいって言ってたの。なんか野原とか、すごい何もない野原みたいなとことか、だから僕が言ってた北海道に行くとか、そのお金を使って北海道とかでやるみたいな話を今尾さんに投げたの、でそしたら考えるっつってでドームがいいんじゃないかみたいな。ドームに行って第一印象はどうでした？テンション上がったよやっぱり、みんな上がってたけどね、みんなめっちゃ上がってたけど、行った時にすごいうわ広ってなったよねやっぱり。まず、めっちゃ広いってなったし、例えば叩くとさ、普通は音がファーって消えていくけど、ドームとかで全部覆われてるからパンパンみたいな2回鳴るみたいなことがあって、でそれがどんな小さい声ではって言ったこととかもはって後で遅れて聞こえてきたりとかするから、それがこれはいいぞってなって、今までは座りながら演奏するとか建物の中で上下に移動とかっていうのはあったけど、身体スケールがめちゃめちゃ拡張される場所で演奏するっていうことがなかったから、そこに関してはやっぱりドームに行った時にみんなすごいこれはめっちゃおもろいっていうのはあった。卵の夢っていうのは何をやろうとして生まれていったというか、ドームに行って、走れるとか、走り回れるとか、例えばベース、野球ができる場所やから、そこは野球の要はベースが置いてあって、なんとなくねしれっと置いてあって、でなんとなく同じドームなんやけど内と外のなんとなく概念があるとかっていうことと、すごい音が反響するとか、そういうことからアイデアが出ていって、動画でもあるけどさ、真ん中に今音いじり卓があって、でそこからケーブルが伸びてて、スピーカーが4つ置かれててっていう。でそこをそこの音は要は内というか、結局ベースの上に置かれてたりするわけよ、スピーカーが、っていうところがあって、でそこで、怪獣たちがマイクを持って走り回るみたいなね。じゃあ誰が音拾うんだ。今までは今尾さんが僕の音を拾って編集して流すみたいなことを、部屋単位とかすごい一部屋の単位とかでやってたけど、それがドームっていうところででかなったんよね。本当に今までやってたことを正当にというか普通に進化させたことやと僕は思ってる。今尾さんがどう思ってたかっていうのは分からへんけど、今までやってたことの中で今までは僕がやってるのをごく至近距離で今尾さんが音取って編集してもう一回流すっていうことをやってたけど、そのプロセスをさ、あまりにも会場が広いわけだから、第三者である怪獣みたいな存在を入れて拾ってもらうとか、要はもう誰が演者で誰が演者じゃないのかとか、全員演者やと思ってるけど、演奏の中に別の要素がどんどん入っていくみたいな、マイクを持って音を拾うっていうことをやる人が場所にいっぱいいる、あるいは撮影の人がいる
みたいなことはまあ面白いし、でかさ加減とそういういろんな人たちみたいなのが絡み合って、しかも音が出たらどうなるんやろみたいなことを考えたらすごいいいなと思う。ちなみにその怪獣っていうのはなんで怪獣なんですか？ことの起こりとして、まあ、僕がそもそもウルトラマンが好きで、まあ、ウルトラマンでも怪獣の方が好きで、まあそれが、まあ、ある程度詳しくて、なんかこういちいち怪獣の名前をちょっと言うみたいなことを集まってる時にちょっとしてたみたいなのがあって、マイクを卵の夢になった時にマイクを持ってうろうろする人っていうのを作ろうってなった時に、キャラクターじゃないけど、ああいうでかい装置の中にいる一個の例えば楽器のような存在としてその人を把握するみたいなこととして、まあ名前を付けようみたいなね。でその時にまあ怪獣の名前を付けてくれって僕がお願いされて、で付けたのね、怪獣の名前を。4人、まあ4体いるけど、まあ一応こだわりはあります。どういうあの人ならこれ、あの人ならこれみたいなことはある。でもやってみた後で一番名付けた怪獣に近い動きやったなみたいなのはあるんですか？まあなんかやっぱりその人となりみたいなこともある程度知ってるしさ、ある程度知りながら、で僕もその怪獣がどういう結局どういうストーリーの中でどういう風に現れてどういう風に例えばやられたかとかっていうようなことをまあ知ってるわけよね。でそれとその人の人となりっていうのを考えた時にこいつはこれだみたいな当てはめ方をしてるから、なんかもう逆に終わった後にあいつはもうそういう動きをしてたなっていうよりはもうそのものやなっていう、なんかどう動こうとも、例えばバキシムはバキシムやったし、メトロはメトロやったし、ギャンゴやったな、ケムールやったなみたいな、怪獣のそもそものなんかテレビ番組としての中の記号としての怪獣の動きを忠実に再現してたかどうかっていうよりは、なんかその名詞を借りてきて卵の夢の中でもう一回名付けて、でそれが行われたっていうことに関して僕はもうなんか納得しかなかったというか、間違ってなかったなっていう気持ちはあった。その名前を付けたっていうことを、まあ付けた時はちょっと迷いというか、いやこれどっちかなみたいなのはあったけど、終わったらもうそうやったなみたいな気持ちにはなった、卵の夢をやってて一番楽しかったことは何ですか？いやなんかやってる時は楽しいっていうより大変やなっていう感じなのよ、ずっと。音が反響する感じとか、反響することによって逆にその自分の音がどう拾われててどういう風に最終的に演奏につながってんのかっていうことがすごい読みにくかったりとかっていうことがあって、だからなんかこうなんとなく聞こえてんねんけど、どうじゃあその中でやるかみたいなことを考えるみたいな。だからかなりこうそれこそ体が急にでかくなりすぎてもうどこまで逆に手が届くか分からへんというか、全然つかめてる感じがしいひんみたいなことの方が僕は割と感覚としてはあった。やけどその楽しかったことというと、終わってからの方が逆に楽しかったなっていう感じ。卵の夢がまあ終了しましたってなって編集をしましたってなってからの方が楽しい。よかったなっていう気持ちだけが残るっていう感じ。いやきつかったもんな、だって普通にきつかったもん。うわ走ってあん中をで、編集ではもう使ってない演奏も実際はあるわけで、ドロドロになりながらやったから大変やったからな。だから終わってからその自分の中に残ったものとか、あの時こういう演奏したとかっていうこととか、ああいうことをやったっていうことそのものとかっていうのがなんかこう楽しかったっていうこととして残るっていうことはある。逆に一番大変やったきつかったこと。まあそれこそさ、そのなんやろうね、
まあ肉体的なしんどさっていうのはまずあるじゃないの。めっちゃ広いから、うん広いし走るし、走れる環境になったら走りたいなみたいな。だから走ってたから単純に肉体的にしんどいっていうことと、あとはそのさっきもちらっと言ったけど、まあでかいわけよ、空間が。でそれに対する自分の叩く太鼓の音っていうのがやっぱどうしても小さいわけよ。どんだけ頑張ってももう勝てへんねん、その空間のでかさに対して自分が音量で満たせる領域っていうのが。だからこの音が果たして相手にどう届いてるんだろうっていうことの想像がやっぱり難しかった。でそれが難しいからどう拾われててどう編集されてて、その編集された音が返ってくるんだけど、それももうやっぱ空間がでかいから、もうどういう風になってるか僕の耳に届く頃にはもうよく分からへんのよね。どういう意図でそういう音に返してきたのかな今尾さんっていうのが分からへんから、意思のさ通じ具合も楽しいけど通じなさ具合も楽しいわけやん。あ、これは逆に思ってなかったけどよかったみたいなこともいいんだけれども、なんかそこをさある程度狙いに行くみたいなこと、ちょっと外すみたいなこともうやってたつもりやってんけど、なんかそういうことをさやるんやけど、それが届いてるんだかどうなんだか分かんないっていうのが分かりやすすぎて、逆にね自分のこれやったらもう分かるやろっていうのでもうこれやったら分かるやろでやって、あそう分かりますって来てもなんかつまんないし、難かった。そこは難かった。いろんな種類あったの、それはどういうふうに使い分けてたとか、どう考えて使ってたんですか？それでいくと事前の想定としてはまあドラムを叩くだろうと、音量的にまあドラムを叩くことになるだろうと思ってたけど、意外とローとタム、まあ今尾さんが持ってきてたやつを僕は気に入って使ってたな。ドラムも使ってたけど、ドラムもいいんやけど、ドラムやとこうなんていうのかな、刻むことはできるのよ。リズムビートみたいなものを作ることはできるんやけど、それ以上のことがこう結構難しい。なんかこう変な音が出せへんというか、逆にドラムを叩くとこれは叩く時すごいなんか感じてたんやけど、ドラムを叩くとドラムというかなんかすごいポップスとかロックとか、ああいうものにすごいなってしまうなって思ってて、ものすごいそれはパワーなんやけど、なんかロックっぽいポップスっぽいなんかどっかで聞いたことある安心感みたいなことを、その音量とかっていう問題ではなくてすごいこう与えることができる楽器やなということをああいうよくわからんことをやってる中ですごい思った。なんかそれはやからさ、いいところでもあり、まあ、弱点でもある。あんまりそういうニュアンスを付与したくない時にドラムを叩くとでもそういうニュアンスが付与されちゃうみたいなこともあるから、ドラムはあの場所で叩くんやったらすごいやから簡単というか楽やったのね。自分がこれをやってますっていうことのアピール、もうこの音届けみたいなことが、簡単に伝えることができて、しかも全体の支配力みたいなこともあって、だから行きがちというかやりがちではあってんけど、でもやりながらつまんなさみたいなこともすごい感じてたし、だから今はもうちょっとフレームドラムで活かしてもらいますとか、小さい音でとか、そのローとタムで、あれは本来ああいう使い方をするものではないけど、そのピッチを変えながら叩いたりとか、でもその打撃音の一発の効果っていうのはすごいローとタムはあって、でもピッチを変えられるとかでドゥーンとかドゥーンとかっていうことができて、だからああいう選び方でよかったなと思う。事前の準備の段階で考えていることっていうことが、まあその外れるっていうことも含めてある程度想定内で演奏はできたかなと思う。
M 集会の中でどういうことを考えながらものを叩いていますか？例えば今のね、僕が音を出して今尾さんがそれを拾って編集してっていうことで言うと、まあ、やりやすいようにってことは当然考えてる。彼がやりやすいようにっていうことは考えてるつもり。実際どう思ってるか知らんけど、例えば初めは編集しやすいように単発気味で音を叩いてって、向こうがある程度それで編集っていうことができてくれば、もう割とそっからここですよっていう分からんけど、そういうガイド的なことのからどんどん自分の中の世界のことへと移ってってみたいなとかで、そこから移ってってで全体のどういうふうに音が出てるかっていうところに戻っていくとかっていうことは考えながらやってる。なんかその即興音楽とかノイズ音楽みたいなことをやろうとしてるわけではないっていうふうに僕は言ってるんやけど、なんか即興音楽的なノイズ音楽的な演奏をしようとしてる時はあるなと思って、可能性を広げられることとして僕が完全に脱力をするみたいなことがあるんやったとしたら、それはやれるといいね、し、そういうなんかシステムというかそういうことが発揮できるように考える、構造を考えるっていうことをすれば、なんかああ君たちはそういう既存のそういういわゆる実験音楽とかそういうのをやってるんだっていうことから脱却できるやん。分からんけど簡単にそんなほいとはいけんかもしれんけど、でもなんかこう M 集会が M 集会たる理由としてあるなとは思うね。自分の編集の時にはどう考えてやってました？僕ですら今尾さんですら知り得なかった情報というか、例えば M 集会としてやるんやけど怪獣が勝手になんか撮ってるっていうことも全然ある。でそれが面白いから、まあ、みんなにカメラを持ってもらってて、だからああいうでかい空間の中にいっぱい人がいて、で演奏をしてる当事者とそれを、ある種こう客観的にあの空間にはいるけど見てる人っていうところの最終的な視点がいっぱいあるっていうところがやっぱり映像の面白いところだと思うんですけど、だからもうこんなことあったんやっていう、後で映像を見ながら、だからこんなことあったんや、これは他の人に見てほしいっていうのは多く入れたつもり、あとはその空間そのものを見せるみたいなこと、なんかどういう、卵の夢っていう名前だけどさ、卵がどういうじゃあ状態やったんだみたいなことを、その会場というかあの場所そのものもシステムというか、それこそ演者の一人として映ってるようなカットっていうのは入れた。荒崎さんと今尾さんについてはどう思いますか？どう思ってました？それは動きとしてってこと？動きとしてもそうだし、なんかこういうことしてるなとか感じてたこととか。なんかもう遠すぎて、見てる暇もないというか、逆に見えへんというか、見ようとしても見えへんのね。そのなんか息遣いみたいなことまで分からへん、なんか何を考えてんねやろうとか、だって50メーターぐらいさ離れてる人に対してさ、そういうことを考えられへんくないっていうか、分からんくない？分かるんかもしれんけど、なんか今想像してもなんかあの人がっていうよりは、もうシステムの中の一つの歯車として機能してるなぐらいのような見え方をしてた。遊んどんなみたいなとか、やっとんなっていうのは、なんかむしろその現場にいてやってる時よりも終わって編集してる時にみんなが撮った映像を見て、ああ意外とこんなんやってたんやなみたいな、そこで初めて気づくという感じやった、なんかもうだからもう無我夢中というか、何が行われててどういうふうに最終的に出力されてるのかは全然分かりながらっていうか、ちゃんとこう冷静に把握されながらやってる感じではなかった。卵の夢をやり終えてどう考え
ってたりどう変化したとかっていうことがありますか？それはみんな言っててんけど、まずあれをやって終わった後に例えば体育館とか行っても狭って思うようになるっていうなんかもう身体感覚がバグるっていう出来事が全員起こってて、まあそれは僕もそうで、それはすごい面白かった。なんかドームみたいな場所で端から端まで走ってケーブル伸ばしてとかっていうことをやった後になんかこうちょっと広めの場所行ってどうですかとかって言われても、いや狭みたいな普通に体育館とかでも全然広いのに、いや狭いしなみたいな気持ちになるっていうことが起こってて、それは面白かったけど、身体感覚がやからそのドームに行く以前とは以後でさ、もう全然違うのよ、全然違ってて、だからさ、そこまでこうなんか外の環境みたいなことと自分みたいなことを考えた時に、そこまでこう自分が手でも届く範囲がめっちゃ広がるっていう経験ができたっていうのは、まあめちゃ M 集的には良かったなと思う。その卵の夢っていうことの規模感、そのさ2人で演奏、音は2人出す人が音は2人でとかっていうことでも、まあ、ぶっちゃけないわけやん、いっぱい、怪獣とかがいてで撮影してる人とかもいてっていうことの後にじゃあ何をやるみたいな、卵の夢の一件を以前と以後ではなんやろうな、もう全然考えることが違うというか、考えるそのラインが違うというか、より例えば映像的なこととして音を出す時になんかその映像的なことを考えたりとか、じゃあ演奏をライブでやるっていうこともそうやけど、そのやったっていうことを記録した後に、じゃあ最終的に作品というか映像作品としてどうやって持っていくかとか、それを見て楽しんでもらうかとか、自分らが楽しめるかっていう時にどういうふうに設計しようとかっていうことが、卵の夢の以前ということでは全然違うなと思う、よりこうなんか今までは普通にやるっていうことを撮るっていうことをしてたけど、やった後に映像っていう演奏が加わって最終的にどうなるみたいなことをより考えるようにはなっている。卵の夢はどういう風に見てほしいですか？どういう風にか難しいよな。自分らがさ何日も駆けずり回ってやったことの最終的なダイジェストというか、記録なんか作品というか、恣意的な演出もそうやけど、ある種ダイジェストでもあるというか、記録みたいなことの性質もあると思う、だから何があったんやろうっていうことをなんか想像しながら見てくれたらもっと面白いかもしれん、面白いというか広がるかも、なんかあの映像をあの映像として見るっていうより、僕は結局あの映像の中に入ってない演奏もあるから、じゃあそこではじゃあ何があったんやろうとか分からんけど、なんかやっぱ背景をいろいろ想像するとあれは楽しいんかなと思うね。その映像で見てることだけを見るっていうこともそうやし、それ前後とかそこにあったけど抜かれたものとか、あとなんか怪獣がさこのカメラはドイツやなみたいな分からんけど、そういうのを想像したら面白いかもね。この怪獣は多分このカメラとあの演奏のこのカメラとこの演奏のこのカメラは多分同じやつやなとか、そういうのが想像しながらやともうちょっと楽しいかもしれないし、もうちょっと見れるかもしれないっていう感じ。例えば何が一番好きとかってありますか？ものとしてってこと？叩く
ことが。叩くことが好き？うんなんかずっと不自由なのよ。うん自分の体とか自分のその思い通りに動くみたいなこととか、うんその思い通りっていうのがじゃあどこまで思い通りなんだとか、うん自分がやりたいことはこんなことじゃないなと思いながら叩くみたいなことも当然あるわけだから、もっとしかもそのさジャンルみたいなロックポップスとか実験音楽みたいなこととかリズムそのものとかっていうこととか、例えば老いとか、それは当然老いたら体あんま動かへんくなっていくじゃないの、っていうこととかっていう時に体を能動的に動かす喜びみたいなことってやっぱりどうしても減ってくというか、こう実現するのが難しくなっていくんじゃないかって思ってて、だからでもそれでも叩きたいとか叩くっていうことを考えた時になんなんやろうとかっていうことは思う。だからなんか自由になるっていうことを考えている講義では。自由になるっていうとふわっとしてるけど、ジャンルからもそうやし、肉体みたいなことからもそうやし、技術みたいなことからもそうやね。で技術があった方が自由になれるとも思う。でも技術に縛られるっていうのは全然違うことやと思う。だからなんか自由になるっていうことはどういうことやろうとか、自由になりたいみたいなことを考えてて、だから最近はなんか本当にちゃんと叩くみたいなことがなんかちゃんと叩くっていうか、今まで自分が目指してたことというか、今まで自分がやろうとしてたこととその自由みたいなことがなんか違うような気がしてて、今までやってきたことが今まで通りにはやれなくなってるっていうことはあって、だからどうしようかなみたいな感じ。だからいろんなもの叩いてみたりとかってことをしてる？っていうのもあるよ。なんかドラムベースで考えてたことを、例えば自分の指ベースにしてみたりとか、もちろんドラムは好きやけど、とかね、いろんなことがあると思う。はい、それでは最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひまたご覧ください。それでは、地獄へあるある、地獄の犬の臭い息で殺されがち。